連休住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。世の中にはいろいろなお仕事がある中でですね、もう私ももうちょっとこれは苦手だなという、仕事といいますか、役目といいますか、そういったものがありまして、それが何かと言いますと、宿直ですね。泊まり込みで、仕事をする。朝まで起きてるという状態ではないんですけれども、私も以前大きなお寺さんに、行かして勤めさせていただいてた時にですね、宿直当番が回ってくるんですね。で、そうしますと、夜の、1時頃に起きてですね、悪い人がいないかをずっと見て回るっていう仕事があったんですね。で、賽銭箱なんかがあるんですけれども、その賽銭箱に誰か、盗みに来てないかどうかをずっと照らして歩いたりですね、本堂とか長い廊下とかを、各お堂とかを、ライト一つで、回るということが、若い頃してましたけれども、で、これは何も、物を取られるからというか、相手にも罪を作らせないという意味で、それをしてたんですけれども、非常に怖かったですね。最近は、なんか防犯のカメラとか、あるいはセキュリティが、非常にいいものができましたんで、なかなかこの宿直っていうのもなくなってきつつあるんですけれども、おそらくこういったお仕事の方はなくならないなというのが、病院にお勤めの方ですね。特にこの看護師さんと言われる方たちは、未だにですね、この宿直当番みたいなものがあるそうなんです。今回のお話はある看護師さんの方から、お聞きしたお話です。このお話はですね、この看護師さんがお勤めに、その病院になられて3年が過ぎてからのことだそうなんですが、3年も経ちますとだいぶ仕事にも慣れがきますね。そしていろんな作業もできるようになってくる。この3年目を迎えると同時に、この宿直当番という仕事が新たに加わるそうなんです。その病院ではですね、ちゃんと宿直室っていうのがきれいに整備されてまして、ベッドがあって、お風呂場がついててっていう風な、非常に近代的な部屋がちゃんとあって、で、そこにお休みになってる。で、この宿直当番の主な仕事はと言いますとですね、緊急の患者さんが出た場合、入院されている方を対象とする、場合だそうなんですけれども、急患の方は救急隊が別に、宿直されているそうなんですけれども、この看護師さんの場合は、病棟に入院されている方ですね。この方たちの中で、容体が急変した方がおられるとかっていう場合は、すぐに起きて、対処されるそうなんですね。で、それ以外はほぼ寝てていいそうなんですけれども、唯一この宿直当番で、必ずしなくちゃいけないのが、夜の1時頃になると、起きてですね、一応病室をずっと、回る役をしなくちゃいけない。ということで、この、看護師さんもですね、初めての宿直当番で、宿直室というところにお泊まりになったそうなんです。で、まずはですね、昼間の仕事をだいぶ早くに終わって、昼間は早く終わる分、宿直があるという、システムになっているそうなんですけれども、昼間早く終わって一旦部屋に戻られて、で、いわゆる着替えとかですね、そういったものを持って、また宿直室に直接行って、そこで時間を潰してられたそうなんです。で、時間を潰すと言ってもですね、なんか好きなことをされるというよりは、やっぱり看護師の勉強をずっとされるそうなんです。本を読んだり、何か、メモを取ったりですね、いろんなことをされて、やがて、夕方になってきて、で、早めにお風呂をいただいてですね、その後、食事もとって、早めに就寝されたそうなんです。そして、深夜になって、深夜1時になった、ピピピピ、携帯が鳴るんですね。この時間には、見回りの時間ですから起きてですね、見回りをずっと行かれたそうなんです。それで見回りが終わるとやがてまた宿直室に戻ってですね、眠りにつかれた。どのぐらい寝たかご自身ではわからないんですけれども、比較的早く、いつもは寝れるそうなんですけれども、一旦夜中に起きるという作業をされているので、少しうつらうつらされたそうなんです。うつらうつらしているので、これが夢なのか現実なのかよくわからなかったそうなんですけれども、なんとなく自分が宿直室で寝ているという意識はある。で、その宿直室で寝ている時に誰かがふーっと入ってきたのを感じたそうなんです。
あれ誰か入ってきたなと思うんですけれども、薄目を開けるとまだ真っ暗なんですね。暗いですから、まだ朝ではないなと思って再び目を閉じられたそうなんです。で、目を閉じると、いやいや、待てよ。よく考えたらこの宿直室に人が入ってくるはずないなと思って改めて目を開けられたんですね。そうしますと、やはり部屋の中は真っ暗なんですけれども、ちょっと廊下から、差し込む明かりが入ってたので、そちらの方をふっとご覧になられた。そうしますと、そこにどうやら看護師さんが一人立ってられたそうなんです。あれ、もしかして何かあったのかなと思って、布団から上半身だけを起こして、その方を見てですね、すいません、何かありましたか？そう声をかけたそうなんです。そうすると、その看護師さんは、何も言わずにそのままスーッと外へ出て行かれたそうなんですね。あれ？おかしいな。扉は全く閉まったままなのに、どうやってあの人は外に出たんだろう。そう感じたそうなんです。そこで初めて、はっと気がついた。あれ？今、絶対ここに看護師さんがいた。そして扉も開けずに外に出て行った。これは何かあったのかなと思って、その方起きて、ナースセンターに行ってですね、何か異常ありませんかお聞きすると、いや、特にないですよって、言っていただいたそうなんですね。あれ、やっぱり寝ぼけてたのかなと思って、そのまま宿直室に戻って、その日は、朝を迎えられたんですね。朝になって、看護師長さんとか先輩方の、看護師さんにですね、いや、実は昨夜こういうことがあったんですけれども、そんな話をされたそうなんです。そうしますと、いや、なぜその人が看護師さんって分かったの？逆にそう質問されたそうなんです。よくよく考えれば確かにそうだな。でも明らかに後ろ姿で看護師さんであることが分かったそうなんです。なぜかというと、白衣を着たナースさんだったんですね。そして、頭にナースキャップをつけてられたそうなんです。だから、そうか。これは看護師さんに間違いないと私、その時その姿を見て思ったんです。そんな話をされたそうなんですが、実はこの病院ではですね、着ておられる看護師さんの服装っていうのは、実は白衣ではないんです。ピンク色の、白衣なんですね。白衣と言っていいのかわかりませんけれども、ピンク色をしている。そして、ナースキャップはもうつけてられないそうなんです。最近そう言われればナースキャップをつけてられる看護師さん、少なくなったように感じますけれども、その病院でもナースキャップ自体がもうないそうなんですね。ですからもしあの看護師さんがこの現場にもしおられたとしたら服装も違うし、ナースキャップもないですから、あれよく考えたらおかしいな。そんな話をしていると、先輩の方がですね、いや、昔はおそらくこの病院でもそういった白衣とかナースキャップつけてる方がおられたんだと思うんですけれども、もしかすると、昔ここにお勤めになってた看護師さんが、亡くなられて、今も心配で、もしかすると私たちの様子を見に来てくださってるのかもしれませんね、なんて話を、そこでされたそうなんです。でもそうかもしれないなと思って、そのこと自体はそれで終わったんですけれども、実はこの日を境にですね、この看護師さん、不思議な力が自分に芽生えたっておっしゃるんです。それは何かと言いますと、家へ帰ってシャワーをずっと浴びたりお風呂へ入ってますと、どこからかはわからないんですけれども、お線香のいい香りがしてくるそうなんです。で、あまりこの看護師さんはお線香の香りで、すごくいい匂いだなと感じたこと今までなかったそうなんですけれども、非常にその時は心地のいいと言いますか、気持ちのいいと言いますか、そういった匂いがバーッとお風呂場全体に広がったそうなんです。でもよく考えたらこんな匂いはないからなと思って、お風呂場から出るとその匂いがスーッと外へ出ていくそうなんですね。で、そんな日が何度か続いていくうちに一つ分かったことがあるそうなんです。この匂いがお風呂場でするときは自分の担当している患者さんが何か容体に大きな変化があるときなんだそうです。もちろんですね、容体の変化ですから非常に、命の危機に、まつわるものから逆にですね、今まで悪かったのが非常に良くなったりする日もあったりですね、必ずこの匂いがするときには何か病院で、ことが起こるということが分かったそうです。
そして今もですね、この看護師さんは、その病院にお勤めになってるんですけれども、未だにこの匂いがある時には、そういった患者さんの、何かが分かるようになってるそうなんです。もしかすると昔、働いていた看護師さんが、もうそろそろ私はお休みするねと言ってタッチしてくださったのかなというふうに、お話しくださいました。この看護師さんですね、白衣に、ナースキャップをつけてられた。死後なおお仕事をされてるんだな、ありがたいなというふうにも思います。でも、この話をお聞きになられた方の中にですね、なんか命がなくなってからもまだ働くんですかと思わず、考えられる方おられるかもしれませんけれども、本当に働くということはこういったことなんだろうなと私思いますね。お金が欲しいから働く人ももちろんおられますけれども、そうではなくってですね、これは私の使命なんだと思って、働かれる方っていうのは、お仕事のことをもう完全に仕事というよりは役割として捉えられているような気がするんです。もしかするとこの看護師さんはそういった仕事ではなく役割として自分の生きる目的として、いろんな方の、容態を見てられたんではないかなというふうに思います。で、私たちも仕事をしていますと大変しんどいこともあります。なんかこの仕事で自分は合ってるのかな、疑いたくなる時もありますけれども、自分の使命は何なのかということをですね、今一つ考えながら、そして自分たちのやっていることは辛くてしんどいことであっても、どこかで喜んでくださっている方がおられるということを、考えながらお仕事していただければ、少しそういった仕事という辛い仕事をお持ちの方はですけれども、辛い仕事が少し、軽くなるんではないかなと思いますので、共に頑張っていかしていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。